どうも、あゆさゆです。今回の動画はこちら、フォートナイトヘムロックの衣装を作ろう。改めまして、あゆさゆです。ハッピーハロウィン。このチャンネルではそこそこの顔面とそこそこのクオリティで一番己が楽しむをモットーに活動している私コスプレイヤーのあゆさゆがいろんな衣装やいろんなものを作ったりするチャンネルです。更新頻度は高くないですが、いろいろ作りますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画はこちら、フォートナイトヘムロックの衣装を作ろう。今回は、既製品を使えるところは使おうと思ってたんですけど、いろいろあって、結局ほとんど全部フルで作ってます。全身のストッキングと腰につけてるベルト、あと、見えてないんですけど網タイツ以外は全部ジャケット、帽子、スケシャツ、クロップトップも全部作りました。本当は1ヶ月前のこの時期、ハロウィン前ですねに、この動画上げたかったんですけど、いろいろあって、この時期になってしまいました。本当に今回この衣装はかなりレベルアップした感があるので、よろしければぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それで今回ちょっとウィッグの色が青いんですね。青緑みたいなんですね。なのでこれで色が変わってれば変わってます。では作っていきましょう。まず最初に、今回は大仕事なので大まかなロードマップを作りました。帽子、ジャケット、スカート、ベルトポーチ、ボディストッキング、クロップトップと中のシアシャツは既製品を使おうと思います。大体の所要時間をこの時点で決めましたが、まあこの通りにはいかないです。まず手をつけたのが帽子です。うさこの洋裁工房さんのとんがり帽子の型紙をお借りして改造して作りました。装飾は縫い合わせる前に入れてしまえる部分は入れてしまいます。つばの部分と三角部分の装飾が入りました。縫い合わせて組み立てていきます。あらかじめ作っておいたベルトも挟んで縫い合わせます。つばととんがり部分を縫い合わせて帽子が形になりました。これにベルトなどをつけて完成です。次は今回一番の難関、ジャケットです。型紙ですが、また今回もうさこさんのサイトの裏付きハーフジャケットの型紙を購入して改造して作りました。帽子でも使ったのですが、全体を通してグレーの合皮は同じ PU ストレッチレザーという生地を使っています。帽子の時と同様にある程度縫う前に入れられる柄は入れていきたいと思います。今回は袖は先に入れてしまおうと思います。ある程度大きめに切った柄を縫い付けていきます。縫い付けた後に縫い目ギリギリをハサミで切っていきます。でもあんま綺麗には切れなかったです。穴の部分も後からくり抜いています。袖の柄入れが終わったら袖底を縫い合わせて袖部分が完成しました。身ごろ部分ですが、うさこさんの型紙をベースに肩幅を広げ、着丈と前丈を短くしました。後ろ身ごろを先に作っていきます。縫い合わせた後、落としミシンをかけていきます。縫い代の左右に入るので作業がざっと3倍になるんですが、するかしないかで全然見栄えが違う気がしたので、今回はバリッとさせたいので落としミシンを全体にかけています。後ろ身ごろの一部の柄入れをしていきます。襟と身ごろを縫い付けます。襟がつきました。袖と身ごろを合わせる作業に入っていきます。袖山にギャザーを入れて、ここもちょっと立体になるようにキセというものを作っていきます。袖と身ごろをくっつける前にエポーレットを作っていきます。袖と身ごろを縫い付けていきます。袖がついたのでエポーレットのもう片方を肩に縫い付けていきます。ピンクの袖口もつけていきます。裏地を作っていきます。裏地には2種類の布を使っていて、見える部分の裏地にはキルト生地、見えない部分にはサテンを使っています。こんな感じで裏地が出来上がりました。あとは表地とくっつけるだけです。その前に、ベルトを作っていきたいと思います。ベルトの先につく金具はサンペルカというウレタンで作っています。G ボンドでシルバーのエナメルを貼り込んでいきます。シワや気泡が入らないようにゆっくり貼り付けていきます。
ベルトと合体させてベルト部分形になりました。裏地と表地を縫い合わせる前に後ろ身ごろの丸カンも縫い付けていきます。先ほど作ったベルトを挟み込み、裏地と表地を縫い合わせていきます。裾は縫い合わせず、裾からひっくり返します。裏地がつきました。裏地がつくと一気に可愛くなりました。裾は手縫いで縫い付けていきます。合皮を手で縫うにはかなり力がいて、すっごい手が疲れて手が超痛かったです。裾を縫い付けたので表地と裏地が完全にくっつきました。仕上げに際に落としミシンをかけます。縫い代が落ち着いてバリッとしてかっこよくなりました。これでジャケットは 80% 完成です。次は襟の後ろと襟のサイドのプリント入れです。今回もアイロンラバーシートを使います。本来は合皮にアイロンは向かないんですが、歯切れでテストしてから使っています。まず白を貼り付けて、その上からピンクを貼り付けるやり方で柄入れをしています。はい、ジャケットの柄入れ成功しました。無事ジャケットが完成しました。次にクロップトップと中のシースルーシャツなんですけど、何ヶ月も前から海外で発注してたんですが、発送通知はされても一向に届かなくて、2回問い合わせてやっと送ってすらいなかったことが分かって、キャンセル扱いになってしまいました。なので自分で作ることになります。型紙はスプラッタレラの時の型紙を改造して作りました。後ろのアンダーバスト部分にベルトループを作り、友生地で作ったベルトを通してハーネスをクロップトップと固定します。上と下の2本のベルトも2本をまとめるベルトループ的なものでバラバラにならないように固定します。そしてスナップボタンで固定しています。クロップトップとハーネスはこんな感じの構造になっています。少しずつ出来上がってきました。次はこの透け感のある襟部分です。今回もうさこさんの型紙をお借りしました。シーチングで仮で組んだのですが、襟を少し小さく調整してあります。布は透け感のあるオーガンジー、ノーマルなシーチング生地、そしてこの衣装を通して使っている黒のストレッチレーザーを使っています。ボタンは飾りでスナップボタンで固定しています。襟部分完成しました。結構可愛くできてお気に入りです。他の細かいアクセサリーを作っていきます。タイトスカートはディアコスさんの型紙をお借りしました。ポーチは家にあった別の合皮を使ったんですけど、かっちり作りたければここもウレタンにすればよかったなと思いました。ちなみになんですが、この日にうちのうさぎさんが10歳になりました。もうだいぶ高齢なんですけど、いつまでも元気でいてほしいです。次は私の中で結構大きな部分であるボディストッキングです。今回のヘムロックって肌の色がライムグリーンなのが一番の特徴だと思うんですが、私自身異色肌のコスプレって何回かやっててすっごい思ったことって、できるだけ首から下は塗らない方がいいってことなんですね。なので私はできるだけ塗る面積は減らしています。少なくとも絶対手はストッキングローブにしています。今回はお腹も出ているので、全身タイプのボディストッキングを海外から購入しました。これを毎度おなじみの都染めで染めていきます。いい感じの色に染まりました。染めたストッキング、このままでも全然良いのですが、爪をつけてもっとリアルな見た目にします。爪をつけるとかなり本物っぽくなりますね。ストッキングも無事出来上がりましたので、ヘムロック完成です。はい、無事完成しましたヘムロック。
クロップトップとシースルーシャツがキャンセルになっちゃったあたりでかなりこう予定がずれて、てかもうその時点で一旦もう作るの嫌になっちゃってちょっと放置しちゃってたんで、ハロウィン間に合わなかったんですけど、まあ言い訳でしかないんですけど、いろんな国からいろんなものを買ったりしてるんですけど、こうやって、必要なもの2つとも届かないということが初めてだったので、もしかしたらもう全部作らなきゃいけない運命だったのかもしれないです。結構作り直しちゃったりしてて、ちょっと動画には入ってないんですけど、この手袋も3回作り直してるんですよ。1個目は入らない、2個目は入るけどきつすぎる、で3つ目でやっとこの大きさになりました。これはディアコスさんの型紙を使ってます。でジャケットも実は1回作ってるんですね。その前にシーチング生地で組んでたりするんで、それを入れなくて本当に本番を一から作るってなったら大体3週間ぐらいでできました。毎日ちょっとずつ進めて3週間でした。本当に今回の衣装作りでかなり成長したんじゃないかなって自分でも思っていて、今後これちょっと難しそうだなっていうキャラとかスキンの洋服とかジャケットとかも結構なんか作れるかもっていう自信がついたんですけど、まあ自信がついた後に絶対その後に覆るんで、もうものづくりってそれの繰り返しだと思うんですけど、ちょっとこれを1個作り終えたっていうのは結構自分の中で自信になって、これからもこうちょっと頑張るぞっていう気持ちになりましたね。今回なんでここがちょっと不自然になってまで肌を塗らなかったかっていう話なんですけど、例えば今でも首は塗ってるんですけど、今でさえここの首元すごい汚れちゃうんですね。で私まず衣装を汚したくない。で自分の衣装が汚れるだけだったらいいんですけど、首から下って結構人にぶつかったり何かを取った時に絶対触るんですよ。その時に例えばお友達の衣装を汚しちゃうとか、あとはイベントとかで人の衣装を汚すとかが本当に多分トラブルの元にもなるし、あと、私がよく行く東京コミコンとかって企業の方々が出店してるんですね、ブースで。ここでこういろんなものを買ったりするのも楽しいんですけど、その時に企業の方って結構手が緑だったりするとあれって顔をするんですね。でその時私はこれは全身なんで脱げないんですけど、脱げるものだったらもう余計な気を揉ませたくないんでそこだけ取っちゃったりするんですけど、とにかくこう人を汚さない、本当に服が汚れるんですよ、異色肌って。ただめちゃめちゃ自分じゃない自分になれるから、私異色肌大好きなんですけど、めんどくさいけどこうやってストッキンググローブを作ったり全身のストッキングを作ったりしてます。でギリギリスマホはいじれるんですけど、なんで今回ここを留めたりクロップトップを留めるのをスナップボタンを手縫いで縫い付けるかっていうと、ベルクロマジックテープだとこれ伝線しちゃうんですよ。なので今回全部マジックテープ使ったらすごい楽だろうなっていうところももうマジックテープは使わず全部こうパチンっていうボタンでつけてます。それでもちょっと外す時に伝線するんじゃないかなって心配にはなります。取り扱いは結構慎重にしないと伝線しちゃいます。普通のストッキングなんで。ただこうやって付け爪をつけると普通に遠目から見るとストッキング感がないかなと思うので、なんで、異色肌をするときは、自分家でやるんだったらいいと思いますけど、自分家でも汚れますからね、全然普通に。私はできるだけめんどくさくてもこうやってストッキングを染める方がいいかなと思います。でメイクなんですけど、本当に人によるんで、私はこうだよっていう話なんですけど、個人的にあんまり絵の具とか顔に塗っちゃいけないものを顔に塗るのはやめといた方がいいかなって思っていて、今まで舞台化粧の動乱とか海外からボディペイント用のフェイスケーキみたいなのを取り寄せたりしていろいろ緑ってやってきたんですけど、一番綺麗だな、そして一番肌が痛くならない、痒くならないっていうのが、これってファンデーションにマイカパウダーっていう色素を混ぜてるんですね。一応化粧品の色素なんで普通の化粧よりもそれはやっぱりダメージはありますけど、一番これがいいんじゃないかなと思います。フルカバレッジのファンデーションに色素を混ぜるっていうのが私にとっては一番綺麗になったかなと思います。一応3色ぐらい作って、ハイライト、ローライト、中間色みたいな感じで3色作ってやってるんですけど、もともと私顔がごついんで、のっぺりしてるけどごついんですよね。異色肌はめんどくさいことがすっごい多いんですけど、楽しいので楽しく朗らかな健やかな異色肌ライフを楽しみましょう。はい、こんな感じで今回はヘムロックの衣装を作りました。チャンネル登録、高評価よろしければよろしくお願いします。次は多分造形です。服を作ってきたので次は造形です。年内にあと2本ぐらい出したいんですけど、年末1本あげれたらいいかなっていう感じです。次も多分フォートナイトです。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。